皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の2月の6日ですね。木曜日です。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜10時2分ということで、約1時間遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日水曜日、トランプ米大統領上院弾劾裁判の無罪評決を見ればですね、米国は法治国家ではなく政治支配国家の異常な国であることがよくわかるというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブ通算で2934回目ということで、現時点での音声も映像も問題なく配信されているということです。ということで、今日の放送の最初ですね、本日配信したブログ記事再掲ということで、昨日の普通日語放送のメインテーマ、なぜ運転免許証はあるのに政治参加免許証は存在しないのかというテーマで、普通日語放送を放送で取り上げたんですけど、その日本語ブログ記事ということで、今日配信したんですね。そして、基本的には変わらないんですけど、ちょっと追加したところがありますんで、それを紹介したいということでなぜ運転免許証はあるのに政治参加免許証は存在しないのかと。その答えを先に言うと、国民が憲法が保障した国民の権利や憲法が政府に課した義務を知り、国民が政治に参加したら各国支配階級は国民支配と搾取ができなくなるからであると。で、これで新しく追加した分、各国支配階級にとって国民が憲法を知らない状態が一番良いからであると。で、これも追加ですね。各国支配階級にとって国民が政治に無関心で、スポーツやお笑いや賭け事や芸能人のゴシップに夢中になっている状態が一番良いからであるということなんですね。そして、次ですね。日本でもフランスでも世界のどの国でも公道を車で走行する場合には運転免許証が必要だと。日本でもフランスでも世界のどこの国でも運転免許証がなければ車で公道を走ることはできないと。日本の運転免許証を取得するためには認定教習所で運転実習とから交通法規を学び、国家試験に合格しなければならないと。今日本で運転免許証を取得するためには2、30万円の費用と2、3ヶ月間の教習所通いと国家試験合格が必要となると。たかだか公道で車を走行するためだけにこれだけの費用とエネルギーと時間と勉強が必要になるんだと。それではなぜ有権者が政治に参加するという非常に重要な行為に対して政治参加証の取得が義務付けられてないのかと。で、有権者が政治に参加する行為というのは車で公道を走る行為と比べると数百倍の重要性があるにもかかわらず、年齢制限以外何の資格も要求されないというのは全く間違っていると。で、有権者が政治参加免許証を取得するために、憲法擁護認定試験制度を創設して、その国家試験に合格しなければいわゆる公民権を使うことはできなくすべきであると。で、憲法擁護認定試験制度を創設する目的は以下の2つであると。1、国の最高法規である憲法の内容を知らずに公的任務に就く政治家と公務員をなくし、憲法が尊重され遵守される社会を作るためと。2、国の最高法規である憲法の内容を知らずに投票したり立候補する有権者をなくし、憲法が尊重され遵守される社会を作るためと。
で、憲法が尊重され、遵守される社会を作るために、国会と内閣と裁判所に、最高裁に憲法擁護機関を創設すべきであるということで、国会に憲法擁護委員会を創設し、その下に実務担当機関として憲法擁護局を設置すると。それから内閣に憲法擁護省を創設すると。そして最高裁に憲法擁護局を創設するという内容で今日配信したんですね。砂月金さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。土山純さんですね、いつもありがとうございます。お茶爆点とコンティニューコインが2枚ですね。から初耳さんが今日はお祝いケーキですね。たくさんのお祝いケーキ、1、2、3。お祝いケーキ2つと、それからコンティニューコインが1、2、3、4、5、6枚。すごいですね。ありがとうございます。K さん、コンティニューコイン。からキララカットさん、コンティニューコイン。初耳さん必見ですということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。からキララカットさん、コンティニューコインですね。そして、砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚ですね。そして今日の放送の前に砂ずきんさんからのコメント。シリア軍の前進がトルコとロシア間の新たな小競り合いを起こしつつあるというマスコミに載らない海外記事、2月6日だから今日付ですね。というのが皆さんからのコメントですね。から翔さん、コンティニューコインですね。はい。そして、YouTube の表紙が2枚あるんですね。で、一昨日の火曜日、これは日本語放送の中で全ての国民が公民権、立候補権と投票権を行使する場合、国の最高法規である日本国憲法の基礎知識を必須義務にすべきであるということで、これのテーマに対して、こういう表紙を作ってくれたんですね。で、これで面白いのは、この運転免許証をですね、編集し直して、ここに国民参加免許証というもので、私の顔写真が入って、運転免許証と同じように何年何月までというような、こういうものを、作ってくれたんですね。これが一昨日火曜日。そして昨日はこのテーマで、フランス語、仏日語放送ということで、同じような免許証で、フランス語と日本語でこのように、表紙を作っていただいたと。で、この風刺画がまた面白いんですね。大木をですね、安倍が斧で切り倒す寸前まで行っていると。この大木は何かっていうと、ここに書いてあるんですね。ジャパニーズパシフィストコンスティテューションということで、日本の平和憲法と。この日本の平和憲法を安倍がもう切り倒す寸前まで破壊しているという、なかなか的確な風刺画ですね。ということです。そして、最初の先週火曜日の放送の現時点での視聴者数は、ツイキャスが263名様、YouTube が222名様で、全体で485名ということで、そして昨日の仏日語放送は、ツイキャスが102名様、YouTube が78名ですから180名様というふうになっています。そして次に今日の画像ですね。今日の画像で、今日のメインテーマですけど、これは昨日ですか。これは米国連邦議会で一般教書演説を行うトランプ大統領と。で、これで分かるように、後ろにですね、ナンシー・ペロシ
下院議長なんですね。民主党の重鎮ですよね。で、その隣に座ってるのが、極右のペンス、マイク・ペンス、副大統領と。なんで連邦議会の議長席と、これ副議長席なんですね。に、アメリカの副大統領が座ってんのという、これはそうなんですよ。たまたまここにペンスが座ってんじゃなくて、副議長を兼ねてるんですね。アメリカの副大統領っていうのは。なぜか、議会の立法機関の副議長も行政機関のナンバー2が立法機関の連邦下院の副議長を兼ねてるっていう三権分立どころじゃないですよね。なぜか前から不思議に思ってたんですけど、これが何の疑問もなく米国民に受け入れられてるというとんでもないことなんですね。三権分立じゃないじゃないですかね。から2つ目が、民主党の大統領の予備選挙の初戦ですね、アイオワ州で、このトップにですね、ブティジェッジという発音しにくい人、若手38歳が踊り出たんですね。皆さんびっくりということは、2位がサンダーズ、3位がウォーレンと、で4位がハイデンということで、予想を完全に覆して、この38歳のいわゆる中道派と言われる若手、が突然飛び出してきたということです。彼は同性愛だということを公言してるんですね。どっか小さな市の市長をやって、この民主党大統領予備選挙に出るためにその市長を辞めてですね、立候補したということで、まあ、なかなか頭が聡明で、弁舌も滑らかで、若者に人気があるということで、この2州ですね、来週かな、ペンシルバニアかな、アイオワと、それからペンシルバニアかな、この2つの初戦を制すると勢いがつくというふうに言われてて、彼はこの2州のみに今まで全力を注いできたということで、その結果が現れたんですね。でもまあ全米50州、ワシントンに入れて51州あるから、全国レベルでは彼はまだまだ無名ですから、まあ大統領候補にはならないでしょうね。まあ、このままいけばサンダーズじゃないですかね。わかんないですけど。それから3つ目が、忘れた頃にですね、この池袋で、暴走事故を起こして、母親と子供を引き殺して、多数の人を負傷させたということで、元の通算上級国民の飯塚幸三元旧通産省工業技術院の院長88、これがみんなが忘れた頃ですね、もう1年経って、在宅起訴されたということで、だからみんなが、国民一般がもう忘れてる頃に逮捕もされず在宅で、ようやく1年後に起訴されたということなんですね。だから完全にもう自分たち上級国民に対しては免罪免責するというのがもうあからさまですよね。サンダースは2位ですが頑張ってますということですね、K さん。ということですね。雪丸馬さん、コンティニューコインですね。
そして、いつものように砂頭金さんから初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同なるツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。ということで、今まで取り上げたところのポイントだけでもアップしますね。昨日の日本語のブログの最初のところですね。答えを先に言うと、なぜ運転免許証はあるのに政治参加免許証はないのかと、存在しないのかと。その答えは、要するに憲法が国民に保障している権利とか、あるいは憲法が政府に義務付けている義務、課している義務等々を知って国民が積極的に政治に参加するということは、彼ら支配階級にとっては困ることなんですね。国民支配と搾取ができなくなるから、このような免許証は絶対作らないということなんですね。で、これ付け加えたことですね。各国支配階級にとって国民が憲法を知らないことが一番良い状態なんだと。だからその国の憲法を積極的に国民に知らせて教育に力を入れているところっていうのは文字通り民主的な国家なんですけど、戦後の日本は昭和22年の5月3日ですよね、この憲法が施行されたの。そこからせいぜい1年か2年は文部省含めて、ものすごい予算をつけてですね、この日本国憲法を宣伝したんですね。そして、全学校で小冊子を作って勉強をしてもらったというんですけど、せいぜい1年2年で終わっちゃったんですね。で、特に1955年に岸信介を中心にした旧勢力がですね、自民党というアメリカの傀儡政党を作って、アメリカが金出して、二大政党制の一つとして、自由党と民主党を合併させたんですね。で、自由民主党にして、で、先般の岸信介を幹事長にして、3年後には首相にしたと。で、岸信介は、この日本国憲法をもう最初から改正するという名のもとで、破壊すると、なきものにすると、こういうことを言ってたわけですよね。ですから、もう、日本国憲法を積極的に政府がお金を出して、国民に知らしめるということは一切やめて、逆に、この日本国憲法を無視すると、日本国憲法に違反すると、日本国憲法を破壊するということに勤しんできたのが自民党なんですね。だから日本国憲法を知らない状態にした方が各国支配階級っていうのは好都合なんですよね。そしてこれも新しいんですね。各国支配階級にとって国民が政治に無関心であると。で、国民がスポーツとかお笑いとか、から賭け事、競馬とか競輪とか、それから芸能人のゴシップに夢中になって、る状態が一番彼にとっては居心地がいいんですね。というのが付け加えた部分です。から今日の表紙ですね。公民権免許証ですね、これ。
マイナス17。基礎知識を必須義務にすべきだと。公民権を行使する場合、立候補するとか、あるいは投票するとか。あれ。これが火曜日のメインテーマですね。それの現時点での視聴者数で、2つ合わせて485名様ということですね。そして昨日の仏日語放送、これの視聴者数180名ということです。そして今日の画像ですね。これは昨日のトランプが一般教書演説というのを国民と議員に向けて演説している写真なんですけど、その背後にペロシ議長の隣にですね、副大統領のペンスが座っていると、一体何なんだということですよね。これアメリカ人不思議に思わないんでしょうね。伝統だからとかね、いつもやってることだからとかね。普通三権分立ではありえないですよね。それから昨日のアイオワ州で、民主党の大統領予備選があって、ずっとなんか大混乱してて、投票結果が出てこなかったんですけど、まあ彼、38歳のブディジェッジというブディジェッジ、この発音からすると何系なんですかね。フランス系なんですかね。ブディジェッジ議員がトップになったということですね。それから3番目は例の池袋大事故を起こした88歳の元通産省の上級官僚が逮捕もされず在宅で起訴されたと。1年ぶりに。だからみんな忘れてるんですよね、これね。ということです。で次に今日の注目情報ですけど、これは、東洋経済オンラインの記事ですね。武漢で見た肺炎患者のあまりにも悲惨な現実ということで、中国メディア財新っていうのか、財新という中国の独立系のメディアの記事を全文伝えてるんですね。新型肺炎のリアルということで2月3日付ですね。独立系メディア財新の記者は武漢をはじめ中国各地で新型肺炎のリポートを継続中だと。彼らは取材の第一線で得た情報を日々、肺炎日記としてアップデートしていると。で新型コロナウイルスの患者は中国全土で増え続けていると。2月3日の午前0時時点で累計1万205と。現時点で、2万突破したんですね。新たに確認された症例の70% 超が武漢市のある湖北省に集中していると。感染の疑われる症例が全土で累計2万1058であるほか、感染者と濃厚接触した可能性のある人物も18万9583人いる
いう記事ですね。これをアップしますね。URL、今日の注目情報。いつも言いますように、記事全文をですね、こういうふうにネットで公開している媒体っていうのは、いわゆる報道機関としての原理原則、下手に途中でこれ以降は有料ですから金払いというのが今ほとんどのメディアの主流になってますけど、とんでもないですよね。東京新聞は全文でじゃないですか。あと産経、どうでもいいような産経も全文なんですね。日経が10本までとかね、から日刊現代が5本まで、月5本までとか、そして、朝日とか毎日とか読売はほとんど全てが途中で切れちゃうという、自ら自分の首を絞めてるという、その結果わかるでしょうね。あと2、3年後ね、部数減らしますよ。ただでも減らしてんのに。で、今日の一言ですね。今日の一言。これ面白いですよ。もしも今、日本に例の公民権免許証制度、いわゆる政治参加許可制度があったらどうなるかという、私の考えていることですね。もしも現在この免許制、公民権免許証という制度があったらどうなるかというと、憲法改正という名で日本国憲法破壊を企ててきた安倍晋三首相以下の自民党所属政治家、国会議員377、地方議員2041名は免許証を取り上げられ公民権停止となるということですね。だからもう自民党は解体するということでしょ。それから自民党と20年以上連立政権を組み、安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきた公明党創価学会の所属政治家、国会議員57、地方議員がすごいんですね。自民党より多いんですよ、これ。2925名もいいんですよ。もう完全に体制の主流部隊にいつの間にか鎮座してるっていうのが公明党創価学会の政治家ですね。2925名もいいんですよ、地方議員。で、彼らも全員免許証を取り上げられ公民権停止になると。から同じように安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきた維新の会所属の政治家、国会議員22、地方議員55は免許証を取り上げられ公民権停止となると。これも解体するでしょうね。公明党も解体と、維新の会も解体と。それから安倍晋三首相の日本国憲法破壊に協力してきたすべての公務員、国家公務員、地方公務員、準公務員は免許証を取り上げられ公民権停止となると。だからこれはどういうふうに協力してきた公務員を認定するかっていう問題ありますけど、でもこれは徹底的にやるべきでしょうね。から同じように安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきたすべての公立教育機関所属の学者と教員は免許証を取り上げられ公民権停止となると。だから学者と 教員ですよ。公立の教育機関所属のですね。だから公務員ですからね。民間は入んないですね。というのがもしも今公務員公民権免許制度があったならどうなるかという、これ面白いですよね。もう劇的な効果があるでしょう。自民党は解体しますよ。K さん、毎日3000人ぐらい増えていると。新型コロナ肺炎感染者と死亡者は500人を突破するということですね。
毎日60人、70人が死んでるんですよね。エイズ特徴を持ったコロナウイルスは人的に発生させたものであるという論文ということで、そうですね、エイズ発症ウイルスが中に混ざっているということなんですね。で、もしも自民党ですね、自民党の国会議員と地方議員全部で、国会が377、地方が2041と。だから巧妙ですから、自民党に所属しないけど、隠れ自民党の地方政治家って多いんですよね。おそらく2、3000人いるんじゃないですか。こういうやつらも全部公民権停止ですよ。それから自民党と20年以上連立政権を組み、安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきた公明党創価学会の所属の政治家、国会議員57、地方議員2925は免許証を取り上げられ、公民権停止となると。これで息の根を止められるということですね。この同じように維新の会、隠れ自民党として、裏で、自民党に協力し、安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきた維新の会、国会議員22、地方議員55も同じように免許証を取り上げられ、公民権停止になると。それから公務員ですね。安倍晋三の日本国憲法破壊に協力してきたすべての公務員、国家公務員、地方公務員、準公務員は免許証を取り上げられ、公民権停止になるということですね。から同じように安倍晋三政権の日本国憲法破壊に協力してきたすべての公的機関に所属した学者と教員は免許証を取り上げられ、公民権停止となると。これができれば日本も大掃除ができますね。というのが今日の一言です。それで今日の推奨本朗読ですね。この本、今日は第25回目の朗読ということになりますね。グレタ一人でのストライキと。これの今日は25回、悪魔のようなシナリオだけどというところですね。ちょうど1ページですね。短いですから読みますね。私たちはもうすぐ年間1人当たりたった2トンの二酸化炭素排出量で生活せざるを得ないだろうという議論をよく耳にするということは、パリ協定を実現するためにスウェーデン人は排出量を現在の10分の1にしないといけないと。だが実はこれらの数字ははるか先の未確定な事柄、まだ発明されていない技術や実現していない持続可能な森林業や農業などを前提にしていると。それに間もなく80億という地球人口の中に、これから生活水準を上げて先進国並みになりたいと思っている国の人々がいることは計算に入っていないと。2トンという数字は残念ですねと、ウブサラ大学のケビン・アンダーソン教授が言うと。これでは何の効果もないと。多分国連の IPCC、薬中気候変動に関する政府間パネル、国際的な専門家による研究結果を共有するための組織、第一次評価報告書の影響でしょうと。あそこで、不完全な排出量数値を取り上げ、
それを半減すべしとしましたから。本当は二酸化炭素排出量はゼロにしなければそれが厳しい現実なのです。排出量ゼロとは悪魔のような数字、到底実現できないシナリオに思える。でも絶望する必要はないと、遅すぎるということもないと、今すぐに着手すればいいのだというのが今日のところですね。ゼロなんですね。2トンじゃないんですね。ゼロなんですね。そして明日金曜日、グレタに嘘は通じないという、通じないでしょうね。嘘言ってもすぐ見破られるという、彼女の直感は鋭いですからね。大人の嘘はすぐ見破っちゃうというところですね。ということで、今日の注目情報は書きましたよね。そうですね。で、今日の朗読したところ、推奨本ですね。そして、今日の一言、推奨本、そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、昨日水曜日、2020年2月5日のトランプ米大統領上院弾劾裁判の無罪評決を見れば、米国は法治国家ではなく政治支配国家の異常な国であることがよくわかるというんですね。トランプ米大統領はウクライナ疑惑と議会妨害の2つの容疑で1月18日に下院で弾劾訴追され、1月21日に上院で弾劾裁判が開始され、昨日水曜日にたった2週間の裁判で、しかも全ての重要証言が共和党議員によって拒否された異常事態の中で、多数派の共和党議員の賛成多数で無罪評決が出されたと。笑っちゃうよね。もう米国では大統領の権力犯罪は法の支配ではなく政治支配によって免責されることに決まってんだと。米国でも日本でもいわゆる民主国家と言われる国では、大統領であろうと政治家であろうと公務員であろうと一般民間人であろうと、一度犯罪を犯した人間はその国の憲法と法律によって有罪か無罪が争われると。この法の支配は民主国家の基本原則であると。しかし今回のトランプ大統領の弾劾裁判では、裁判所が持つ法の支配は一度も貫徹されず、すべて下院と上院という立法機関で裁判が行われ、裁判というのは括弧付き裁判なんですね。本物じゃないですね。で、最後は上院議員の評決でトランプ大統領の無罪判決が出されたんだと。で、韓国のパク・クネ前大統領が犯した権力犯罪に対する弾劾訴追の手続きは、法の支配に従った民主国家のモデルであると。で、韓国ではパク・クネ前大統領の権力犯罪に対する広範な国民の怒りの行動が開始され、メディアと国会議員の大統領罷免運動が拡大し、特別検察官が任命されるに至ったと。で、特別検察官による大統領権力犯罪捜査が国会に報告され、最終的には国会で大統領弾劾訴追決議が賛成多数で議決されたのであると。そして米国と日本で、ここで決定的に違うということは、韓国に存在し米国には存在しない憲法裁判所が、韓国の憲法裁判所が全員一致でパク・クネ前大統領に対する大統領訴追国会決議が合憲であるとの評決を出したんだと、判決を出したんだということですね。ですなわち韓国では憲法裁判所がパク・クネ前大統領の権力犯罪容疑を憲法違反と断定したということなんですね。これに対して米国ではトップのトランプ大統領の権力犯罪容疑の有罪無罪の判決を司法機関のトップである連邦最高裁ではなくて、立法機関である上院で全ての重要証言が拒否され、
たった2週間で多数を占める共和党上院議員の賛成で無罪と断定されたという、完全にもうでっち上げっていうかイカ様ですよね、これね。で、私は米国の若者に以下の5つのことを伝えたいということで、私の米国の若者に伝えたいことを列挙したんですね。1、米国はこのように民主国家でも法治国家でもないと。米国を支配するのは金融であり、金融に買収された政治であり、大企業であり、そしてカルト宗教、キリスト教福音派であると。宗教支配なんですね。だから金融支配、それから金融に買収された政治支配で、大企業と、それとカルト宗教、キリスト教福音派と、宗教支配と。で、共和党だろうと民主党だろうと、米国大統領がどんな権力犯罪を犯しても免罪免責されるような巧妙な仕組みがすでに出来上がってんだと。だから今回はまさにその典型ですよね。で、上院でも過半数じゃなくて3分の2以上の賛成がないと弾劾が隠されないという。なんで3分の2が突然そんな基準を上げちゃうのと。ということはもう完全に米国大統領っていうのは共和党出身の大統領だろうと民主党出身の大統領だろうと、米国大統領という絶対権力者がどんな権力犯罪を犯してもですね、このようなシステムの中で免罪免責されるようになってるんですよ、もともと。で、このように米国の二大政党制っていうのは、大統領がどちらに転んでも国民を支配し搾取する支配構造が永遠に維持されるという巧妙なシステムなんですね。これは二大政党制という巧妙なシステムなんですね。日本のあれと同じですよ。55年で、与野党対決、自民党と当時の社会党が昼間は国会でけんけんがくがくの大乱闘を繰り返してるけど、夜はですね、国会近くの赤坂の料亭でですね、今日はお疲れ様でしたということで宴会やってるんですね。で、また明日頑張りましょうと。でも国民は知らないからガチンコ勝負をしてるというふうに、誤解してるわけですよね。でも記者クラブ、政治記者、新聞社、メディアはよく知ってるわけですよ。それと同じようにアメリカのいわゆる共和党とか民主党が議会で激突したとしても、裏ではこのように、馴れ合いでですね、二大政党制を永遠に維持するという点で一致しているわけですよね。だから若者、米国の若者はこのことに気がつかないといけないよということですね。で、4番目、米国の若者が今すべきことは何かということで、1、二大政党制を解体する。解体しろよということですね。結局、二大政党制という名の下で、どっちに転んでも現体制が維持できるというインチキな二大政党制の正体をやはり知ってですね、解体しなくちゃいけないと。から2番目、本当の憲法の番人、韓国みたいですね、あるいは他のほとんど、米国と日本とイギリス以外ほとんどの先進国は憲法裁判所を持ってるんですね。本物の憲法の番人での憲法裁判所を創設 しなくちゃいけないと。米国の若者よと。日本の若者もそうですけどね。からロシアと国際金融マフィアが100% 所有する偽装中央銀行である FRB を 100% 国有化して全ての決定権を連邦議会に移管すると。これは日本の日銀を 100% 解体し100% 国有化して衆議院に移管すると。そして彼らが独占している貨幣、通貨発行権を勝手にですね、金融経済のために使うんじゃなくて実体経済にのみ使うようにするために国会に全ての決定権を移管すると。要するに国有化し国民化するというのを、日本でも必要だし、
世界各国で必要なんですね。で、米国は特に世界最大のいわゆる金融大国であり、世界基軸通貨ドルを発行する FRB を国際金融マフィアロシアードが握っちゃってるということの重大な意味合いがありますんで、米国の若者よと、このことに早く気がついてくれということですね。だから実体経済の数十倍の規模に肥大した金融経済に対して 5% の金融商品取引税を課税して、ベーシックインカムとか教育の無料化とか子ども手当など国民福祉と、それから実体経済の復活に使うべきだと。それから世界の警察官をやめて、全世界1000カ所に及ぶ米軍の駐留基地をから撤退して自国に戻んなさいよということですね。というのが今日のメインテーマで、該当記事としてこれ、AFP の日本語版、米上院トランプに無罪評決と弾劾裁判に巻くということで、この AFP の記事の中にこれは全くの出来レースでインチキだという批判はないんですけどね。というのが今日のメインテーマでした。のこのこさん、コンティニューコイン2枚ですね。それから新しい憲法の話、文部省、これだ、文部省が率先して素晴らしい日本国憲法がようやくできたんだということで積極的にですね、こういうパンフレットを作って何百万部配ったんですね。そういう時期もあったんですよ、1年か2年。ということで今日のメインテーマのポイントだけアップしますね。裁判なんて言ったって本当にインチキですよね、これね。上院でやるんですよ。そしてその裁判を仕切ったのが連邦最高裁の長官がわざわざ上院まで、来てですね、あたかも裁判所が仕切ってんだという表向きの偽装をするために、最高裁長官がわざわざ上院に来て、裁判を指揮するという茶番劇まで演出してるんですね、これね。手が込んでますよね。そしたらもともと連邦最高裁でやれよと、時間かけて、それで証人とか証言とか1年2年かけて自分でやれよというふうに言いたいですよね。でトランプ大統領はウクライナ疑惑と議会妨害の2つの容疑で、1月18日に下院で、弾劾決議訴追され、3日後の1月21日に上院で、弾劾裁判が開始され、そしてたった2週間でですね、判決が下りたと。でしかも重要な証言はことごとく共和党に拒否され、何のいわゆる真実追及の証言とか証拠の提出が拒否されたと。異常事態の中でたった2週間で結論出したという。日本で言えばですよ、安倍が閣議決定で自分は無罪だという閣議決定をしたっていうのと同じですよね。安倍は全て閣議決定しますからね。安倍が訴追決議、日本にはないんですよね。首相の弾劾訴追制度っていうのないから、ただあれで、もしも安倍晋三がですね、トランプ大統領みたいに、権力犯罪の容疑で、首相の、弾劾訴追決議をされたと
言った場合ですね、彼は閣議決定で私は無罪だという閣議決定をするんでしょうね。それと同じなんですよ。トランプの上院で無罪評決をしたっていうのと。イギリスにもそんな変な制度はないのにという。イギリスもないですね。まだイギリスの方が法の支配というのは貫徹されてるんじゃないですか。しかも全ての重要証言が共和党議員によって拒否されたと。そして急げと。だからおそらくトランプの2月5日に、一般教書の演説があるということで、それまでに無罪評決するというスケジュールを最初から決めてたんでしょうね。米国では大統領の権力犯罪は法の支配ではなくて政治支配によって免罪免責されることになってるんだと。だから政治的制度的にそういうふうになってるんですよ。だから民主党もその制度自体がおかしいよということを一切言わないで、その中であだこだ言ってるだけでもう共犯でしょうね。米国でも日本でもいわゆる民主国家と言われる国では大統領であろう政治家であろうが公務員であろうが一般人であろうが一度犯罪を犯した者はその国の憲法と法律によって裁かれるというのが基本原則ですよね。法の支配という。法の支配というのは民主国家の基本原則だと。だから法の支配すらもないと、アメリカは。何があんのと。しかし今のトランプ大統領の今回の弾劾裁判では裁判所が持つ法の支配は一度も貫徹されないと。すべて下院と上院という立法機関で裁判が行われると。立法機関でなんで裁判なのと。裁判だったら裁判所でしょと。裁判所でやれよということですよね。なんで議会なのと。で、最後は上院議員の評決でトランプ大統領の無罪評決を出したと。だから3分の2の上院議員が議席を占めるということは普通ありえないから、3分の2という数はですね、いわゆる全ての大統領を免罪免責にするために設けたんでしょうね。で、韓国の場合、パク・クネ前大統領が権力犯罪容疑で、大統領弾劾訴追決議を国会でされたということに対して、法の支配が貫徹したんですね。だから国会が出したパク・クネ大統領の大統領弾劾訴追決議が合憲かどうかという最終判断は憲法裁判所が下したんですよね。ここが全くの違いなんですよ。韓国ではパク・クネ大統領の権力犯罪に対する広範な国民の怒りの行動が開始されて、メディアもから国会議員も大統領罷免運動に拡大して、で、特別検察官が任命されたんですね。で、今回トランプに対して特別検察官っていうのは任命されないんですよね。なぜか。で、特別検察官による権力犯罪捜査が国会に報告され、
最終的には国会で、パク・クネ、大統領弾劾訴追決議が賛成多数で可決されたと。ここまでは議会が最初の訴追決議を出したっていうのはアメリカとほぼ同じなんですよね。で、その次が違うんですよ。韓国では、ここで、米国との違いがはっきりしているのは、韓国に存在しない韓国に存在し、米国には存在しない韓国の憲法裁判所が全員一致で、パク・クネ、大統領に対する弾劾訴追決議が合憲であるという判決を出したんですね。だから法の支配なんですよ。アメリカは法の支配じゃないんですよね。政治なんですよ。すなわち韓国では憲法裁判所がパク・クネ大統領の権力犯罪容疑を憲法違反と断定したということなんですね。だから彼女が裁判を受けて、1審2審で25年で今最高裁のあれを上告審を待ってる状態じゃないですか。これに対して米国ではトランプ大統領の権力犯罪容疑の有罪無罪の判決を司法機関のトップである連邦最高裁ではなくて立法機関である上院でですね、上院が裁判所になっちゃったんですね。ある日突然。そんなことありえんのと。で、全ての重要証言が拒否された。拒否され、たった2週間で共和党、多数派を占める共和党の賛成多数で無罪が確定したという。もうこんなインチキな国はないでしょうね。ここまで露骨にインチキにやるという。で、私は米国の若者しかいないから、もう若者に伝えたいと。だからこの民主国家で、米国というのは民主国家でも法治国家でもないと。米国を支配しているのは金融であり、金融に買収された政治であり、大企業であり、カルト宗教、キリスト教、福音派なんだと。このことを若者よ、早いとこ知るべきだと。それから共和党だろうと民主党だろうと大統領、アメリカの大統領はどんな権力犯罪を犯しても免罪免責される巧妙な仕組みが今回で分かったようにすでに出来上がっちゃってるんですね。そして米国の二大正当性は大統領がどちらに転んでも国民を支配搾取する基本構造が永遠に持続されるという巧妙なシステムなんですね、これ。だから米大統領選挙で民主党候補とか共和党候補で激突するということなんですけど、それ以外の候補っていうのは登場できないような仕組みになってるんですよね。だからサンダースももともとは民主党じゃなくて独立党の彼は政治家なんですけど、大統領選挙に出るためには民主党に、入んなくちゃいけないということで民主党候補として今予備選を戦っているってことなんですね。だこんな国はないでしょう。4番目、米国の若者が今すべきことは1、二大正当性を解体すると。インチキな米大統領選挙を解体すると。から本来の意味の憲法の番人である憲法裁判所を創設すると。3、そしてロシアで国際金融マフィアが 100% 支配する偽装中央銀行 FRB を
100% 国有化し、すべての決定権を議会に移管すると。これが絶対必要ですよ。FRB がロシアドが 100% 株持ってると、アメリカ政府は1株を持ってないっていうことを今のアメリカの若者知ってんですかね。が4、実体経済の数十倍に肥大した金融経済に 5% の金融取引税を課税し、ベーシックインカム、教育の無償化から子ども手当など福祉、国民の福祉と実体経済の復活に使うと。それから世界の警察官をやめろと、撤退しろと、米軍も撤退しろと、世界中から撤退しろということですね。というのが今日のメインテーマです。時間が現在61分ですね。10秒、20秒。同時刻で視聴されている方は28名、全体で90名様。で、コメントが50件ですね。ということで、今日のトピックスになりますね。今日のトピックス。癒着か忖度かと。指揮権発動検察人事に沈黙の大マスコミってことは日韓現代。ひどいね、日本のマスコミも。これほど重要な権力犯罪、一切沈黙していると。どこも書かないんですね、これね。日韓現代と、それからリテラと、そのぐらいかな、目にしたのは。日本のマスコミは完全に向こう側ということでしょうね。だから戦前と同じですよ。大本営と同じですよ。から2番目に、メディアの記者は官邸の犬の犬というあれですね。これ日韓現代の見出しですね。から同じように、番記者制度という再起フリーに開放したところで同じだと。田中隆作ジャーナルさん。冤罪でも何でもということですね。だから黒川が2月8日で63歳の定年になるから、普通だったらそれで定年退会して彼が検事総長になる目はなかったんですけど、わざわざ6ヶ月8月までで、その間に現在の検事総長が65歳の定年なんですよね。今年の8月で。だからその検事総長が65で、定年退職するのを待ってですね、ナンバー2の黒川を検事総長にするために6ヶ月禁じ手としての任期を延長させたという見え見えのあれですよ。閣議決定したんですね。冤罪でも何でも国策捜査のオンパレードになる予感という、そうでしょうね。だから警察が中村至、検察が黒川博文で、裁判所が安倍の息のかかったやつということで、全部3件4件5件、国会を支配し、内閣を支配し、最高裁を支配し、そして、検察を支配し、警察を支配すると。当然財務省ですが、税務署も支配するということで、あらゆる権力を独裁的に安倍が握っているという、まさに暗黒の独裁体制に突入するということでしょうね。電通が櫻井翔のパパだと。そうなんだ。
だからどうにかしないとダメですよ、これね。ということで、田中隆作さん。バンキシャとか、記者クラブと。から民主党予備選で番狂わせ、ブティージェジ大統領の可能性はということは日刊現代ですね。まあ可能性はないと思いますけど、善戦はするでしょうね。だからここで注目はバイデンが、民主党の主流派のバイデンが4位に最下位になったという、これでしょうね。だからバイデンの勢いが初っ端から出鼻をくじかれたということで、ですからサンダースとかウォーレンの左派連合がどちらかが勝つ可能性が出てきたと私は見てますけどね。で3番目、習近平主席、反省の裏事情と、新型コロナ感染率39倍の現実見て日刊現代。これは39倍っていうのは、感染率39倍っていうのは、日本に帰国したチャーター便で帰国した日本人、武漢にいた日本人、チャーター便4便で、帰国した人たちの感染率が中国政府が言ってる感染率の39倍あるというとこから来てるんですね。バイデンはウクライナ疑惑で真っ黒ということで、そうですよね。3つ目か。これですね。ということですね。でこの記事の中で先月末、武漢からチャーター機3便で帰国した日本人は565名、そのうち感染者は症状がない人を含めて8人と、感染率は 1.416 倍だと、1.416% ということですね。でこの感染率をめぐり中国国民は当局発表との食い違いに疑心暗鬼になっているというと、武漢市の感染率は 0.036% に比べ日本の感染率はその39倍だからだと。中国のネット上では武漢市民とみられる住民が565人の日本人はみんな武漢市で生活していた、どうして私たち武漢市民に比べ感染率が39倍も高いのと投稿し、不信感を募らせているということですね。でこの記事の中で、香港大は武漢市内の感染者数だけでも7万6000人と分析していると。そして日本の西浦教授、これは北海道大学の会見では、中国ではすでに感染が広がっているので人の動きを抑制する封じ込めは 100% 効果があるとは言えないと。でこの西浦教授は4日、外国特派員協会の会見で、自主的にパンデミックの恐れがあると断言と、感染者数について次のように、指摘したと。チャーター機に便乗していた日本人のデータを調べたところ、先月29日以降少なくとも2万人が1週間以内に感染しているとみられると。同様のペースで感染が広がっていれば10万人以上が感染していると。まあこれが正しいんでしょうね。だ中国政府はこれを抑えてるんでしょうね、3万人って言ってね。
砂月さん、使い捨てマスクはほとんど中国製と、日本でインフルエンザが今流行すればマスク不足になると。今でもほとんど売ってないですからね。手に入れるのが非常に難しいんじゃないですか。2箱で8万円とかバカみたいな、あれでネットで売ってる不届き者がいるんですね。で 3つ目、米国でインフルエンザで1万人が死亡と、新型コロナよりひどい感染拡大ということで、長州新聞ですね。で、1900万人以上が感染していると。で、入院患者数が18万人、死者は1万人と。これ季節風の季節性インフルエンザですよ、アメリカで。これが日本に来たら大変ですよね。米軍基地経由の裏玄関から。長州新聞。それで、長州新聞の URL。そして例の池袋暴走元院長を在宅起訴、ブレーキとアクセル踏み間違進行、東京地検、忘れた頃在宅起訴するという、もう完全に見え見えですよね。でこれ裁判になってもおそらく2年3年後にみんなが忘れた頃有罪で、初犯だからってことで、在宅起訴で、執行猶予付きの有罪判決、執行猶予がせいぜい3年とか 5年でしょう。もう88ですから、おそらく裁判が終わる前に亡くなってるでしょうね。そして今日の注目情報、池上彰とカズレーザーが富士特番で日韓右派合作のフェイク本、反日種族主義に丸乗っかりして、韓国ヘイト、その間違いを徹底検証するということはリテラです。これもなかなかいい記事ですよね。池上彰って一体何者かと、すごいあれですよね。マスコミ出っ放しじゃないですか。実は一見あれですよね、体制批判、安倍批判、自民党批判してるような感じですけど、結局は極排外主義者だったということなんでしょうね。これの URL、これか。ということです。ということで今日の木曜日の放送はこれで終わりですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。ということで、時間が1時間14分47秒と、そして、同時期で、視聴されている方が30名様、全体で100名様、コメント数が64件ということですね。
ということで、今日の放送終わりです。お疲れ様でした。砂月さん、お疲れ様でした。現在日本時間で夜の11時17分ですね。ということで、今日の木曜日の放送これで終わりです。明日金曜日、できるだけ早くですね、いつも言ってますけど、なかなかでも金曜日はだいたい早めに開始できると思いますので、またよろしければ合流してくださいということで、今日はお疲れ様でした。今日の放送これで終わります。